はい、皆さんこんにちは。車の大自然カッパシノピーです。今回は RV スタイルという専門雑誌ですね。アルファードベルファイア、あとハリア、あとハイエースといった、人気車種専用の雑誌っていうのがあるんですが、ここの企画でハリアに特化した洗い方ってありますかって聞かれたんです。でこれね、車種によって形状も変わってくるじゃないですか。使われてるパーツとかもいろいろ変わってきたりして、こういうところはこうした方がいいよっていうのあるんですよ。なので今回はハリアーを洗車していこうと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。こちらが60ハリアーですね。現行のハリアー、いやかっこいいですね。僕自身この車1回ぐらいしか洗ったことがないですけど、こういう風に洗った方がいいとか、こういうものを使った方がいいっていうのは間違いなくあると思います。でそのためにも重要なのが車を知るっていうことですね。自分の車がどういう形状なのかとか、どういうパーツがついているのかとか、そこら辺を洗車目線で見ていく。そうするとこういうものが必要なんだなとか、そういうのがね出てきます。一旦ちょっと車を全体的に見ていきます。こういうところやっぱ拭き残しがちだね。とりあえず今回は効率っていうよりかは、ハリアーはこういうところを注目した方がいいよみたいな、そういったのをちょっと洗車目線で見ていけたらいいなといった感じです。他の車種乗ってる方の参考にもなると思うので、ぜひ最後まで見ていただけたらいいなと思います。はい、そしたらまずフロント部分なんですが、やっぱSUV っていうこともあり、塗装されてるこのボディ面とこの未塗装樹脂の部分、この樹脂の部分ですね、ここが混在しているなと。しかもしっかり分かれているというわけではなく、結構流れできているような部分があります。でこういうのを見ると、僕はやっぱワックスじゃなくてコーティング剤の方がいいなって思ったりします。こういったサイドの部分ですね、この辺とかもここギリギリまでワックスがけするってなると結構大変なんです。洗車にそんな時間かけたくないっていう人は、特にこういう混在してる部分はワックスではなくコーティング剤の方が扱いやすいかなといった感じです。はい、あとこのドアを開けた部分ですね、こっち側は汚れてないのにこっちは汚れてるんです。っていうことは、ここは比較的洗車の時とかに水が入りやすい部分だと思うんですよね。だからこの辺拭き上げができてなかったりすると、こういう風に水染みみたいなのがどうしてもできちゃいます。同じくこういった部分ですね、この側面は比較的綺麗なんですが、ここには水染みがあります。ということは、ここに水が入って、ここは普段拭き取ってないって分かります。とリアですね、リアのスポイラーは全グレードついてるのかな、ちょっと分からないんですが、かなり奥まってます。でここがやっぱり覗くと突き当たりまで綺麗になってないんですよね。奥側から約2センチぐらいのところには砂ぼこりが溜まっています。こういうところは結構見落としがちなんだろうなって、車の特徴だと思います。であとはこのリアハッチ開けたところですね、この辺とか砂ぼこり溜まってます。これはどの車種でも結構こうなってる人多いと思いますが、こういうところねやっぱ汚れやすかったりするので注意した方がいいですね。あと見落としがちなのがこの開けたところですね。この辺も水染みがポツポツあります。この辺も洗車後にしっかり拭いてあげればこういう跡にならないので、どういうところが濡れるかっていうのを把握するのはすごく重要だと思います。それとボンネットを開けたところですね、これは車種によって形状が違うんですが、これはボンネットの裏側、普段見えないところなんですが、一段深くなってます。こういう風に枯れ葉が溜まってたりします。なのでこの辺も見落としがちな部分なのかなといった感じです。であと一番水垢がひどかったのがここですね。このヘッドライトの上の部分、こことかもこの水垢はもうどんどん溜まっていくし、どんどん頑固になっていくので、こういうところはやってあげた方がいいのかなと思います。であと足回りなんですが、 SUV なので車高が普通の車に比べて高いです。この部分の汚れが結構目立ってくるので、こういう部分もきれいにしてあげるといいのかなと。見落としがちなのがここですね。この表側はきれいにする人多いんですが、ちょっと1個奥まると手つけてなかったりするんですよ。例えばこのフェンダーのこの部分とか、こっち側ボディ側はきれいになってるのにこっち側は汚れてるんですよ。
こういうところを気にするとまた変わってくるのかなといった感じです。で内装なんですが、結構高級車ということもあり合皮が使われてますね。この辺もそうだし、あとこの辺も合皮ですね。でこの辺は合皮用のなんかクリーナーとかがあるといいのかななんて思ってます。あとはバイザーですね。これオプションだと思うんですが、セダンっぽいバイザーがついてますね。かなり薄いバイザーで、この窓ガラスを洗うってなった時に、ワンボックスとかだと結構分厚いバイザーがついてたりするんですよ。そうすると奥まで手が入ったりするんですが、これだとね手入りません。なので、この辺は窓を開けてガラス用クリーナーで綺麗にしていった方がいいのかなといった感じですね。はい、そしたらなんとなく分かったので、実際にちょっと洗いながら気になる部分があればお伝えしていけたらいいなといった感じです。洗ってみます。はい、そしたら足回りから洗っていきたいなと思います。道具はホイールブラシとかいろいろこういうハケとかいろんな種類のがあります。でどれを使うかっていう感じですね。はい、そしたら足回りなんですが、ボディに比べてすごい汚れが付着しています。特に砂、泥、ブレーキダストとかもね付着しています。なのでできるだけ水洗いでその汚れを最初に落としていくっていう作業をしたいです。で高圧洗浄機がある方は高圧洗浄機を使ってもらって、ない方はホースノズル、こういうのを使って洗っていきます。勢いよく汚れを落としたいのでジェットもしくは、ちょっとジェットに近いこういう拡散みたいな形状にしてあげて、とりあえず汚れを落としていくと。この辺も水で落とせる汚れはもう水で落としていく。そしたらまずタイヤハウスの方からいっちゃおうかな。この中ですね。でこういった中は蓄圧式の泡々が洗車ができるようなやつがあるので、こういうのを使って泡を吹きかけていく。こういう感じですね。これは IK のホームプロ2で、ここから先なんですが、何のツールを使ってやるか。ここボディと隣接してる部分はあんま硬いブラシとかは使わない方がいいです。けど奥の方は、できるだけこういう長いブラシとかを使ってあげた方がいいので、100均で買ったトイレ用ブラシです。こういうのも結構効果的。しかもグローブタイプ、そんな高くないので、足回りとボディ用とかいろいろ分けたりして、何個か持っておくのもありなのかなといった感じです。でブレーキホースとかあるのでちょっと注意しながらやってください。で SUV のいいところはやっぱ手がね結構奥まで入るので、こういうグローブとかでも洗っていけちゃうっていうのが特徴ですね。で砂とかがすごいこのムートングローブにつきます。これでボディを洗ったりすると傷だらけになるので注意してください。洗い流していきます。でもってホイールとタイヤとかは傷とかつかないので、先ほどのムートングローブでもいいんですが、あんまり調子こくとホイールが傷ついたりするので、そこら辺は注意しながら。そしたら続いてホイール、汚れがひどい場合はこの鉄粉除去できるホイールクリーナーを使ったり、そんな汚れてないよっていう場合は、普通のカーシャンプーでもいいのかなといった感じです。今回は普通のカーシャンプーでいきます。でイージーディティールブラシ、ホイールブラシなんですが、こういうので奥を洗ってあげます。自分のお気に入りのものがある場合はそれを使ってもらって全然構わない。でバケツにシャンプーを用意しておいて、その子をつけながら洗ってってあげると、バケツも何個かあるとよりいいです。でまた違ったニュートングローブ、これで洗ったり。どうしても手を突っ込むと痛いんですよ。あと、ちっちゃいハケとかがあればこの中を洗ってあげると。足回りはこんな感じですね。洗剤が残んないようにしっかり洗ってあげます。こういったボディ寄りの樹脂部分、そういうところもまた違うハケとかを使って洗ってあげる。ボディに干渉しそうな部分はできるだけ柔らかいものを使ってあげてください。結構汚れてる部分なんですよね、こういうところって。砂とかが溜まってたりするので、ボディ用の何かでいっちゃうのは危険で、表面上とかは拭いていってあげた方がシミになりにくいですね。この辺も面倒なんだけど、どこまでやるかっていう感じですね。どうせ後でねまた濡れるんだけど、濡れないようにホイールだけなんかカバーするとか、そういうのも一つ手だと思います。そしたらまずは汚れているところから洗っていきます。
いうところはシャワーとか使いにくいので、噴霧器とかで水をかけてあげて、ハケとかを使って、洗ってあげる。でハケもすごい種類あって、これソフト99のハケなんですが、これはここがシリコンみたいになってるんですよ。樹脂みたいな感じなので、例えばこのボディとかに当たるっていうのがちょっとなんか嫌な感じするじゃないですか。そういう場合はこういう柔らかいものを使ってあげたりするといいですね。で汚れてる場所って言っても、今やってる場所は水垢とかではなく砂ぼこりとかがあるような場所で、この後普通に洗車した時にここ多分水浸入してくると思うんですよ。けど洗っておくことによって後からもうほんとタオルで拭くだけみたいな状況になるので、とりあえず洗っておきます。であとはまた噴霧器を使って泡を落としてあげる。で車の構造上車内に結構入ってきづらいです、この水が。なのでシャワーでバーッとやっちゃってもいいと思います。この辺は拭いてあげます。水が残ってるとシミになるので乾くのが問題なんですよ。でこれで落ちきらなかった汚れとかもあるんですが、この辺はもう水垢とかなので普通に洗っても落ちません。で引き上げが難しい場所ですね。こういうところ手が入らなかったりするので、できればエアーとか使ってあげた方が。エアーなんかないよねっていう話なんですが、とにかく水滴を乾かさない、これが一番重要です。雨とかどうすんのっていう話になるんですが、雨はもう仕方ないです。洗車で車汚しててもしょうがない。であと車の内側のこういうところはやっぱりどうしても汚れがたまりますね。しっかり洗っていきます。でこれブラシまた変えました。でこれはちょっと硬めのブラシです。でここは上はゴム、下は樹脂みたいな感じの素材になってます。ここでね激ピカにしようとも思ってないです。拭けるようにするっていうところが一番のポイントですね。よいしょ。これだけでもうだいぶ変わってきますね。でちなみにそんなハケで細かくやってらんねえよっていう人もいると思います。そういった人は水拭きでもいいのかなと思います。ある程度塗装面は傷つくリスクっていうのが高まってくるよっていうことは言っておきたいですね。優しくね積み込むように拭いてあげるだけでもいいのかなと思います。昨日やってたんですが途中で雨が降ってきちゃったので、翌日といった感じなんですが、とりあえず続きですね、ボディの方洗っていこうと思います。でこの辺は他の車でも同じなんですが、先下ですね、泥とかを先に取りたいので、この下側を水かけていっちゃいます。まず下用のムートンを使ってこう洗っていきます。でバケツも2個用意しながら泥とかを取りながらやっていきます。ここは洗い流しちゃってもいいかな。できるだけ乾かさないようにしてください。そしたら上を洗っていきます。で水はこれたっぷりかけてください。特に黒い車とかはボディ面を冷やすっていう意味でも水をたっぷりかける。そしたらあとはスピーディーに洗っていくだけです。でここで洗剤が乾いてきそうな場合はもう洗い流しちゃっても OK です。はい、そしたら洗い終わったので拭き上げていきます。ちょっとねマイクの調子が悪かったので声を後取りしています。で拭き上げは基本的には上から拭き上げていきます。ここでは細かく拭き上げを行うのではなく、ほんとざっくりですね、全体の水滴を取っていくっていうところが一番重要なのかなと思っています。で使っているタオルは G4 のシルクドライヤーですね。車全体の水滴、これを拭き取らないと、特に夏場とか炎天下の中の作業になるとどうしてもこの水滴が乾いてしまい水染みになったりするので、できるだけスピーディーに大まかに水滴を取っていくっていうところですね。こういったボンネットとかは誰でも簡単に拭けるので、パパッと拭いてってください。で重要になってくるのは、こういったワイパー下の樹脂部分っていうのかな。この部分っていうのはどうしてもね拭き忘れとかがあったりして樹脂の部分が白っぽくなっちゃったりします。シャンプーとかも結構残ってたりするので、洗い流す時はね重点的に洗い流して拭き上げもね忘れずに行ってください。でこのようにある程度全体の水滴を取り終わったら、次はこの車種の水滴が垂れてくる場所っていうのをちょっと見ていこうかなと思います。まずはここは鉄板ですね。
サイドミラーの下の部分ですね。どの車種でも結構耐えてくる部分です。軽くねポンポンと吸ってあげるような感じでいいのかなといった感じです。あとはこういったモールの部分ですね。こういった隙間は、セーム、これはユニセームを使っているんですが、こういうので水滴を吸い取ります。拭くのではなく吸うって感じですね。ちょっとこの隙間にね軽く押し当てるではないんですが、水滴に触れるだけで水を吸ってくれるので、セームはかなり使えます。こういったテールランプとかもね、こう隙間に軽く入れてあげるだけで、奥の方まで水滴を取ってくれます。こういうところからどうしても水滴が垂れてくると。あとはこういったリアハッチの下側ですね。上からは見えない部分、見落としがちなので拭いてあげます。であとはこういった細かい部分ですね。この辺はセームで水滴を吸っていくか、もしくはコンプレッサーがあるようだったらエアーを使うか。今日なかなかねなかったりするので、セームで一応ね今回はやっています。であとはこの開けられる部分をできるだけ開けて拭き上げていくと。最初の方、洗う前にどういうところが汚れてるかって見た時に、やっぱりドア周り、内側ですね、そういうところがシミになっていたので、開けられるところは開けて、水滴が残ってるようなところは全部吸っていきます。はい、例えば開けたこういうところですね、水侵入してます。なので小さい違うマイクロファイバークロスで僕は拭いていっちゃいます。でこれは最初に洗っといたので、こういうところが拭けます。でこういう中側はボディ面と比べて締めていればね日が当たらない部分なので、後回しにしちゃってもいいとは思います。こことかもねかなり水滴ついてますよね。これ見落とすんですよ。ここも普段だったらすごい汚れてて拭くのにもすごい躊躇するような場所なんですが、洗っといたことで拭けると。ここやらない人多いね。このミトソ樹脂が白くなるで直したいなって思う部分のランキングでいうと高いと思うんですよ。それはここを拭かないから洗剤が溜まってたりもします。なので、こういうところをね、こういう水滴も取ってってあげます。で窓の方もしっかり開けて拭いてあげてください。やっぱバイザーのところがね手入らないので拭いてあげる。このバイザーの中とかもしっかり拭いてあげる。でこういった水垢汚れとかは、ウルトラハードクリーナーを使えばすぐ落ちると思うんですが、まずはシルク、これを使ってみます。これでも落ちるね。あんま頑固だとシルクだとちょっと落ちないんですが、綺麗になりました。じゃあコーティング作業移りましょう。はい、そしたら続いてコーティング剤ですね。最初に説明した通り樹脂が混在してるんですよ。ってなった時にワックスがやっぱ使いづらいなっていう部分があるので、僕だったらミトソー樹脂にも使えるコーティング剤を選ぶかなといった感じです。で今一応ちょっと3つ用意しました。で1つはダンシングウォーターっていう商品ですね。これはカルナーバ成分ですね。ワックス成分が入っているんですがコーティング剤みたいな液体ワックスに近いような感じかな。でツヤが出るタイプですね。でミトソー樹脂にも使えます。あとレインドロップ、これもミトソー樹脂にも使えるし、ガラスにも使えるし、ボディにも使えるし、あと CC ウォーターゴールドプレミア、これも同じですね。でツヤを意識したものがいいのかなと僕は思ってます。黒だし。でこの車は半分だけ以前ダンシングウォーターを施工したので、とりあえずダンシングウォーターを施工していく感じかな。やっぱりね下側も見落としがちなのでしっかりやってあげます。でここは塗装面なんですが、両方に使えるのでシビアにならなくて済むのかなといった感じですね。だから僕はミトソー樹脂にも使える商品を選択しました。例えばこういった部分とかも、この辺を拭くついでにこの樹脂もできちゃうと。これは人それぞれですよ。ここを避けて、ワックスを使っていきたい人はそれでもいいし、絶対にこれですっていうのはない。内側が終わったら外側を施工していきます。で内側をやった時の、はみ出し部分とかあるんですよ。ちょっとツヤがねムラになってるような部分、ちょっと触っちゃったような部分、そういうところも一緒に仕上げながら施工していきます。でこういう混在してる部分、こういうところは振り分けっていうのは本当に大変なので、直接スプレーするよりかはクロスにつけて拭いてってあげる。
そうすればあまり気にしなくていいじゃないですか。パパッと拭いていこうよっていう。で拭き上げもボディと一緒にやっていけばこういう感じですね。樹脂部分もツヤが出ると。でワックスではなくコーティング剤を選んだ理由なんですが、このボディ面ワックスがけしたいなってなった時、僕はこの辺までしか施工しないです。で拭き取りの時にこの辺もしっかり拭いていくっていう感じにするんですが、気が緩んだ時にこの樹脂の部分までいっちゃうことがあるんですよね。でこれ気づかず、ちょっと乾くのを待ちますね。はい、白く乾いたので拭いていきますよね。でこの時にワックス成分がまだ残ってるんですよ。どうしてもこの樹脂の部分、これシボって言ってちょっとボコボコしてるんですよね。この奥に入っちゃうんですよ。でそれ気づかずそのままにしておくとまたさらに固まっちゃって白っぽくなっちゃうことがね、拭き取りづらいのでコーティング剤の方がこういうところはやりやすいかなと思ってます。コーティング施工が終わりました。タイヤいきますかね。ホイールにも使ってもいいし、コーティング剤はね、何よりこのタイヤがね茶色っぽいのでタイヤワックスを施工していきます。 SUV はねタイヤ目立つからね。でタイヤワックスはこのシュアラスターのタイヤワックスを使います。これ旧タイプのスポンジですね。ざっくりこんな感じですね。であと内装ですね。僕は普段内装を先にやっちゃいます。ちょっとねいろいろ動画の手順的にちょっと逆になっちゃったんですが、やっぱりマットとかを取った時にボディに付着っていうかパッて乗ったりするんですよね。それを嫌って、最初にやるっていう感じかな。でハリアーの場合は合皮が結構多く使われてるので、レザークリーナーだったりレザーケアバーム、これ本革用なんですが合皮にも使えると。こういうものを使ってお手入れをしたり、グードゥライドのオールサーフェスディティーラー、これね帯電防止効果があるので、こういうパネル周りそのホコリもつきにくくなってツヤも出るっていう。これね匂いが気になる商品だったんですよ。ちょっとね甘い匂いっていうのかな、けど無臭に切り替わったらしい。僕それちょっと手に入ってないのでいつかね使いたいなとは思ってます。こういうのもおすすめ。それとあとハケですね。これがワークスタッフのハケなんですが、傷つきやすい場所とかあったりするので、そういったところはこうめちゃめちゃ柔らかいハケ、こういうのでこうちょっと吐いてあげる。で落ちたホコリを掃除機で吸ってあげる。いった流れですかね。はい、といった感じで動画の方以上になります。後半ちょっとね駆け足になっちゃったんですが、今回はハリアーの洗車ということで、まずはやっぱ車を知るっていうのと、洗車のコツとしては水滴を乾かさないっていうところかな。一番はねやっぱ車を知るっていうことが重要です。車ごとに水滴が垂れてきやすい場所とか、今回で言えばミ塗装樹脂が混在してるボディと境目があんまりないとか、そういう部分があったりするので、そういった場合はワックスを控えようかな、コーティング剤にしようかなとか、そういう感じで洗車用品も選んでいけたらいいのかなといった感じです。これを機にね自分の車ってどうなってるんだろうとか、ちょっと詳しく見てもらえればいいのかなといった感じです。で動画の関係上ちょっと工程がごちゃごちゃになってる部分とかもあるんですが、参考にしてみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。